お暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか？すぐわです。今回はですね、シャッターアイランドについて考えてみようかなというふうに思いました。シャッターアイランドは2010年公開ですね。監督はマーティン・スコセッシ、脚本はレータ・カログリディスで、原作がデニス・ルヘインのシャッターアイランドということで原作があるわけですね。この映画は実はすぐは初スコセッシということですね。新作レビューはやったことあるんですけれども、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンねやったんですけれども、独自解説は実はスコセッシ初だったんですね。意外ですね。別に避けていたわけではありません。たまたまですね。このシャッターアイランド、僕も当時見ましたけれども、全員が必ず2周するでおなじみの映画ですね。もう完全な初見殺し映画というか、そんな感じがあって、もう絶対必ず全員2周しますね。で、2周したら、なるほどね、OK って言ってもそれ以上見ないみたいなところもあるかなという感じがするんですけれども、1周目終わったら2周するよね。すげえなと。当時は2周キャンペーンとかあったりしたということで、実はそのキャンペーンの模様をですね、今でもなんとなく見れますんで、へーという感じがあるかなと思います。この映画スコセッシの映画なんですけど、実はですね、スコセッシが監督に決まる前はデビッド・フィンチャーが監督候補になっていたということだそうで、フィンチャーはね、時期的には、これ2010年公開なんで、もうセブンもファイトクラブも撮った後ということになりますね。シャッターアイランドをデビッド・フィンチャーがやるとですね、わかりますよと気持ちはという感じはありますよね。すごくデビッド・フィンチャーっぽいというところはありますけれども、だいぶですね、やっぱファイトクラブと被るというか、そういったところもあるかなと思いますし、似たような感じのね、これまでのセブンファイトクラブと似たような感じの、テイストになって、得意そうだなとは思うけど、デビッド・フィンチャーお得意のやつねみたいな、そんな風にも思われて、あんまいまいちだったかもしれないなと、スコセッシーの方が良かったかもしれないなというふうに思ったりはしますよね。ただデビッド・フィンチャーが撮ったら、多少雰囲気は変わっただろうなとも思いますけれども。で、この映画オリジナル楽曲なしと、全て既成曲だけでやっているということですね。で、ラストのセリフは原作になしと、映画オリジナルでラストのセリフがくっついてきたということですね。ラストのセリフについて世界中でいろいろと言われていると、どうなんだこれはと、どういった意味なんだとか、ああいった意味なんだとか、いろいろあるわけですけれども、そういった感じですね。で、シャッターアイランド、僕これまで取り上げてこなかった理由はですね、あんま話すことねえかなというふうに思っていたんですね。正直リクエストはたくさんあったんですけれども、なんていうかな、僕のチャンネルだともうシャッターアイランドは多少ですね、常識になっているというか、義務教育的な映画という感じもして、そうなるとシャッターアイランドのあれこれっていうのはもう皆さん十分分かっている人たちばかりが僕のチャンネル見てるんじゃないかなっていう気もするんですよね。そこでもう世間で言われていることを僕がいろいろあえて言ったところでっていう感じもするし、どうしようかなと思っていたんですけれども、今回ですね、一応タイトルはね、テディの妄想を追ってみようという感じになっていますけれども、もうちょっとテディの妄想の方に焦点を当てて、皆さんがよくやってるのはね、シャッターアイランドでよく見る考察というか、そういった解説のやつだと、このね、夢の中でこれが実は火事のシーンだけど水がたくさん出てきているのはこういったことだとか、そういうのが定番としてよくあるわけですけれども、そういうのとは多少違ったところからちょっとこの映画を見てみようかなというふうに思って今回取り上げてみることにしました。ということで今回はシャッターアイランドについてお話しいたします。よろしくお願いいたします。一応ですね、本作の基本となる部分を説明しておこうというふうに思います。皆さん分かってると思いますけれども、一応ね、ディカプリオがいますね。ディカプリオは保安官のテディ・ダニエルズという人物なんですけれども、これがですね、実は元保安官のアンドリュー・レディスというのと同一人物なんだということがあるわけですね。で、保安官のテディ・ダニエルズというのは劇中の主人格であっ
って元保安官のアンドリュー・レディスというのは過去の主人格なわけです。だから、本当の人格はアンドリュー・レディスで、劇中では別人格のテディ・ダニエルズが表に出ているということになるわけですね。で、テディは何をやっているのかというと、アッシュクリフ精神病院で起きたレイチェル・ソランド失踪事件の捜査に来たというふうに思っています。でも実際の人格であるアンドリュー・レディスはアッシュクリフ精神病院に入院している患者であって危険人物だということになっているわけですね。で、この物語どんなお話だったのかというと、元保安官のレディスね。レディスの妄想第二人格であるテディによるレイチェル・ソランド失踪事件というものを実際に病院側がテディの妄想通りに再現することによってテディが過去の過ちを受け入れて主人格であるアンドリュー・レディスを取り戻すことを目的とした病院の職員総出のロールプレイ治療というのが、本作なんだということが最後に分かってですね、そうだったんかーいってなってみんな2回目見るということになるわけですね。だから劇中の主人公のテディの妄想とか夢というのがイコール歪んだ真実のレディスということになっているわけです。だからこの辺りで、非常にこの物語が面白くなっているなとなっているわけですね。この辺は最後まで見ればね、なるほどって言ってみんなが面白がるところなんで、わかるかなと思います。つまりこの物語はですね、主人格、もともとの人格であるレディスが実際に経験した真実の出来事というものと別人格であるテディがいるわけですけれども、これが主人公となって出てくるわけですけれども、テディというのはですね、現実を受け入れられないレディスが作り上げた別人格なんだという部分、そしてこのテディの過去ね、別人格であるテディの過去というのは辛すぎるレディスの過去の記憶というものを改ざんして作り上げられた妄想とか夢、そういったものなんだということですね。この3つの要点が、物語を面白くしているということになっているわけです。今作はですね、アッシュクリフ精神病院の院長が仕掛けた、史上稀に見る大掛かりな治療の様子を描いたものなんですね。一人の患者のためにそこまでやるかいとそんなことあるわけねえだろうという感じがあるわけですけれども、そういった映画なわけです。で、このアッシュクリフ精神病院の院長がなぜこんなことをしているのかというと、これは最後の方にセリフで出てくるわけですね。アンドリューというのはアンドリュー・レディスのことですね。アンドリューの妄想を実現すればきっと正気を取り戻す。演じれば演じるほど自分の中の矛盾に突き当たり正気を取り戻せる。だから今回これをやったんだよと、大掛かりなお芝居をみんなでやったんだよというふうに言っているわけですね。これが院長による治療の目的です。妄想を実現すれば矛盾に突き当たって正気を取り戻すというのが院長の目的ですね。さて、じゃあこの院長の目的である矛盾に突き当たれば正気を取り戻すということがうまくいったのかどうかというのを検証してみようというふうに今回は思いましたと、いうことです。今回の動画の趣旨というのは、そこにあるということですね。だから今回のこの動画はですね、基本的にはテディの過去とかテディの夢とか、そういったものだけをつなぎ合わせていってどこかに矛盾があるのかどうかとかそういったところを考えていこうというふうに思います。ということで、まずテディの過去のところを見ていこうと思います。それは前にあるね、オープニングのところとかいろんな矛盾とか、ここがおかしいねとか、ここが映画的トリックとしてね、ここがこうなってるねとか、そういった部分は今回はあまりおしゃべりしませんけれども、もう皆さんその辺は耳にタコなんじゃないかという感じもしているんで、もしその辺を知りたかったら他のところに行ってもらえば、皆さん多分話していると思うんで、よろしくお願いします。ということで、テディの過去1、ここを見ていこうというふうに思います。船に乗っているテディが部下であるチャックとお話をして自分の過去を思い出しているシーンですね。ボスの家族はどうなんですかとか、そんな話をしているところですね。テディが過去を思い出しています。派手なネクタイをドロレスから受け取るシーンで、このシーン裸足なんですね、ドロレスはねというシーン、そしてレコードが流れているよというシーン、唐突にカットインする海、そして波の映像、そしてドロレスの笑顔という過去が流れてくるわけですね。ここでテディはこう言っています。妻は死んだよ。俺が仕事に出ている時、アパートの火事で4人死んだ。
せめてもの救いは火じゃなくて煙にやられたことだというふうに、テディは過去の振り返りをしているということがありました。このテディの過去1はですね、数少ないテディの思い出の一つということになるわけですね。実はテディの過去、テディの思い出というのはね、意外と出てこないんですね。で、まだまだこれ映画の序盤も序盤なんで、あまり情報量はそんなに多くはないわけですけれども、基本的にはここでは妻ドロレスとの楽しい思い出というものが思い出されているわけですね。でも今戦場にいるということもあって、船の上ね、戦場にいるということもあってですね、不意に波のイメージというものがこの過去の思い出の中に挟まってくるわけですね。船イコール海イコール波イコール水イコール湖イコール歴史というのがこう連想されてテディの頭にこうよぎっているということがあるわけですね。パプリカっていうね映画がありまして、筒井康隆原作、今里地監督のアニメーション映画パプリカ、超名作なんですけれども、このパプリカでもよく出てくるし、例えばドラえもんとかでもたまにあるんですけれども、連想なんですね。全体的には夢とか過去というものが、テディの夢とか過去というものはですね、妄想というのは全部基本的には嘘で出来上がっているわけですけれども、その嘘というのはですね、連想によって嘘が作られていくわけですね。これはフロイトとかユングとかの夢占いとか、そういった夢判断とか診断とか、そういったものでも出てくるし、心理学でよく使われるんですけれども、やっぱこの連想というものがですね、非常に大きなポイントになってきているんじゃないかなというふうに思います。今回の波のシーンで言えば、波イコール水イコール、船イコールみたいな感じでどんどん連想されていって、テディではなくレディスの嫌な思い出というものが連想でこう脳裏に浮かび上がってくるということがここで示されているということがあったわけですね。ということで一応ですね、保安官のテディ・ダニエルズがやってくるために必要だった事件のあらましを一応説明しておこうというふうに思います。海の孤島にあるアッシュクリフ精神病院の患者であるレイチェル・ソランドーが昨日の夜の10時から0時の間に脱走しましたということですね。失踪しましたということです。彼女はですね、自分の子供3人を殺害して自宅裏の湖で溺死させたことによってここに収容されたという人物なんですね。女性ですね。で、彼女の夫はノルマンディ上陸作戦で戦死しているということになっています。ノルマンディ上陸作戦というのは1944年6月ということですね。詳しくは史上最大の作戦をご覧くださいという感じがありますけれども、ノルマンディ上陸作戦に参加して戦死してしまったということになっております。で、彼女レイチェル・ソランドーはですね、病院を自宅だと思い込んで、職員とかその他の人たちはですね、近所の人たちだと思っているわけですね。で、自分の子供は未だに生きていると言い張っているというのがレイチェル・ソランドーという人物で、彼女がいなくなったということでテディは捜査にやってきたとなったわけですね。で、彼女の靴がですね、部屋に置かれたまんまであるということから、今現在彼女は裸足であるということが推定されるということですね。裸足のまんまこの島の中を歩き回っているんじゃないかというふうに推定される。そしてテディはですね、壁とベッドの間にある床板の下から一つメモを見つけるわけですね。こんなとこピンポイントで探し当てるのおかしいだろうと。当然テディはそこにメモがあるということは知っていて、知らないふりをして、そこでメモを見つけたということになっているわけですけれどもそのメモにはですね、4の法則67は誰というメモ書きがされていたわけですね。で、これは一体何なんだろうと、これが事件の鍵になる何らかのヒントなんじゃないかということになっていくわけです。で、彼女が行方不明になってからですね、島中を捜索したけどどこにも姿はないということになっています。この捜索しているところもですね、職員が一応捜索隊みたいな感じで駆り出されているんですけど、誰も真面目に捜索はしていないわけですね。この辺も映画のトリックというか、そういった感じで面白く描かれているわけです。お芝居ですからね。誰も真面目に捜査はしていないというところが描かれていて、ここでこういうのがあったっていうのが2週目とか3週目とかで分かって面白いというのがあるわけですけれども、島中捜索したけどどこにも姿はありませんよということになっているわけです。でもここは孤島であって脱出は不可能なんだと。万が一海に泳いで出たと
いうことをしたとしても潮によって島に戻されるはずだから、必ずこの島には死体となってでもたどり着くはずだ。にもかかわらずレイチェル・ソランドはどこにもいない。果たして彼女はどこへ消えてしまったのか、それを捜索せよというのが事件のあらましということになっております。ということで、事件の説明を聞いている時に脳裏によぎるテディの過去2ですね、これを見ていこうというふうに思います。全体的にはこんな感じの映像がパパーっと出てくるということですね。基本的にこのテディの過去2はですね、1945年4月29日に行われたダッハウの虐殺にテディが加わっていたということの思い出過去ということになります。所長室で血まみれになって倒れている人がいますよね。一番最初の絵ですね。これはナチスのハインリッヒ・ビッカー SS 少尉ということになっています。親衛隊の少尉ですね。これなんでこんなに血まみれになって床に這いつくばっているのかというと、アメリカ軍兵士によってリンチされてこうなっているわけですね。この SS 少尉のことを見下ろしているテディというものがここに映っていますけれども、これはリンチをしたということです。ちなみに彼ですね、ハインリッヒ・ビッカー SS 少尉はですね、リンチされた後に銃殺されているということになっております。実際にいた人物ですね。で、その後、虐殺が行われるわけですね。アメリカ軍によるダッハウ収容所にいたドイツ兵たちの虐殺が行われます。で、これを振り返ってテディは、あれは人殺しだったというふうに言っているということが、あったという過去ですね。戦争ではなく虐殺を私はしたんだということを言っているということです。このテディの過去2はですね、ダッハウの映像ですね。テディの過去2というのはですね、失踪者であるレイチェル・ソランドーの経歴というものがレディスの妻のドロレスと酷似していたためにフラッシュバックしてきたわけですね。レディスの妻のドロレスは子殺しをして3人の子供を殺してということをしているわけですね。で、それがこのレイチェル・ソランドーと全く同じシチュエーションなわけですね。当然そういうふうにしているわけですけれども、レイチェル・ソランドーとレディスの妻ドロレスは同じ境遇で子供を殺しているということがあるわけです。でもですね、今ここに出ているのはアンドリュー・レディスではなくテディ・ダニエルズなわけですね。で、アンドリュー・レディスまたはテディ・ダニエルズの妻のドロレスによる子殺しというのはですね、レディスが心の奥底に封印した抑圧された記憶ということになるわけですね。完全に心の奥底に封印しても出ない、その思い出は表に出さないようにしている封印された抑圧された記憶なわけです。わかりますよね。もう怖い、本当に辛い思い出なので、レディスは自分の妻が自分の子供を殺したという記憶を深層心理の中にしまい込んでいます。だからダッハウ収容所での凄惨な現場というのがですね、妻の子殺しという記憶の代替として今前面に出てきているわけです。わかりますよね。妻の子殺しという記憶をアンドリュー・レディスは心の奥底にしまい込んでいます。で、アンドリュー・レディスの身代わりとして今表に出ているテディ・ダニエルズはアンドリュー・レディスを刺激しないためにそうだな。じゃあ一応説明しますと、アンドリュー・レディスが主人格でテディ・ダニエルズは別人格です。これは OK ですね。多重人格、解離性同一性障害なわけです。というふうに考えてくださいね。で、テディ・ダニエルズはなぜ出てきたのか、この人格がなぜ作られたのかというと、アンドリュー・レディスがあまりにも辛い思いをして心が壊れてしまったわけですね。アンドリュー・レディスの心が壊れて、精神が崩壊しました。で、この精神が崩壊したアンドリュー・レディスの心、体、そういったものを守るためにテディ・ダニエルズという別の人格が生まれたわけです。テディ・ダニエルズというのはですね、アンドリュー・レディスを守るために出来上がった新しい人格なわけですね。だからテディ・ダニエルズはですね、100% アンドリュー・レディスのことをかばいます。そのために出てきた人格なんで、テディはね、何をやってもアンドリュー・レディスのことを守るというのがテディ・ダニエルズなんですね。で、レイチェル・ソランドの過去経歴というのが、妻による子殺しという経歴がですね、アンドリュー・レディスの妻と酷似しているわけですね。だからその思い出が思い出されそうになってしまうわけです。でもその思い出が思い出されてしまうと、
アンドリューは壊れてしまうので、テディはそのアンドリューの壊れてしまいそうな過去を上書きして、ダッハウの凄惨な現場というものを今思い出したんです。どっちも同じ思い出ですけれども、どっちの方がより軽い思い出なのかというと、ダッハウの収容所での虐殺、自分も加わったリンチ虐殺の思い出の方がまだマシなわけですね。だからテディはレイチェル・ソランドの経歴を聞きながらダッハウの虐殺のことを思い出したんです。レイチェル・ソランドと妻ドロレスを結びつけないようにね、ということなわけですね。このダッハウ収容所の記憶っていうのは非常にタナトス的というか、デストルドー的というか、死の欲動的ですよね。死にたいとか、そういったこの死というものが前面に出ている記憶がダッハウ収容所の記憶として出てきているわけですね。で、基本的にこの衝動的な意識というのがあるわけですね。この死への欲動的な衝動的な意識というのが基本的にずっとあるわけです。テディの中には。で、テディはこの死の欲動というものに対してずっと苦しめられているというか、そういうことになっているわけですね。なんで死にたいのか、死を連想させるものがテディの脳裏にずっとこびりついているのかというと、主人格であるアンドリュー・レディスがそれを望んでいるからです。でもアンドリュー・レディスが死を望んでいるけど、テディはアンドリュー・レディスが死なないために出てきたアンドリュー・レディスの守護神みたいな感じでテディ・ダニエルズがいるわけですね。完全にアンドリューを守るためにテディは出てきているので、この衝動的な死の意識というものがテディの頭の中にはバンバン出てきてしまうわけです。でもそれをなんとか振りほどこうとしたりとかいろいろしていて、テディはずっと苦しめられているということになるわけですね。だからテディは本当にアンドリュー・レディスのことを守りたい、彼が死なないために僕は頑張るんだということをテディはしているんです。レディスのためだったら何でもするというのがテディです。そこが分かっていただきたいなというふうに思います。さて次、テディの夢ですね。空き瓶があった、お酒に関して責められているというところから、いろんなシーンがどんどん連想してというか重なって出てきているという夢を見ますよね。これがね最初の夢なんですけれども、どんどんこの状況がよくわからない感じになってきて、でしかも後でね考察する時に見ると火事なのに水が出てきたりとかいろいろあってほえーとなったりするわけですけれども、一個一個見ていこうというふうに思います。一応ね、空き瓶が山ほどあったわと、戦争でたくさん殺したんだと、だから飲むのというふうに怒られているというところですね。飲酒について妻から責められているテディということですけれども、テディがですね先に溺れるようになった原因というのは何だったのかというと、ドロレスのうつ病プラス自殺癖というものに耐えられなくなったから酒に逃げていたということが現実にはあったわけですね。これはテディではなくレディスの話ですけれども、そういうことがありました。でもですね、アンドリュー・レディスは妻のことを非常に愛しているわけですね。本当に愛している妻が子殺しをしたということで精神が崩壊してしまったわけですから、レディスはドロレスを悪者にはしたくないというふうに思っているわけです。だからレディスを守るために出てきているテディはですね、酒を飲んでいる原因をドロレスにはしないわけです。では何にするのかというと、戦争ということなわけですね。ドロレスのせいで本当はお酒を飲んでいるんだけど、そんなことは言えないので、戦争でたくさん人を殺したから酒を飲まずにいられないんだというワードを使っているということになるわけですね。だからもうダッハウの思い出とかそういったものが出てくるのは、ダッハウの思い出が辛いからではなくて、本当の理由である妻のドロレスというものを上書きするためにダッハウは出てきているということになります。で、急に、ここにいたのか、いいえ、でも彼女はいたわ、彼女ってレイチェルかみたいな感じになるわけですね。ドロレスの言っているレイチェル、彼女というのが誰を指す言葉なのかはいまいち分かりません。もしかしたら失踪者レイチェル・ソランドのことを言っているのかもしれないし、もしかしたら娘のレイチェル、おそらく三女ですね、アンドリュー・レディスが可愛がっていた、レイチェル、彼女のことを指して言っているのかもしれないし、どちらなのかは分かりません。ただ同時にですね、
ここでテディが探し求めているレイチェルというのもどちらなのかはわからないということになっています。テディは今捜索しているわけですね。レイチェルを捜索しているわけですけれども、このテディが探しているレイチェル、テディが探しているというか、テディの本当の主人格であるアンドリュー・レディスが探しているとも言えるんですけれども、娘レイチェルもしくはレイチェル・ソランド、娘レイチェルとレイチェル・ソランドは、似たようなものなんですけれども、どっちも探し求めている、追い求めているものという意味でね、ここ連想ゲームですからね、全部ね、探しているものイコールレイチェルイコールレイチェル・ソランドみたいな、そんな感じになっていくわけですけれども、ここでそのレイチェルという言葉単体で見るとですね、レイチェル・ソランドといえば失踪者のことを言うわけですけれども、レイチェルというとですね、失踪者のことを言っているのか娘のことを言っているのかわからないわけです。どちらのことを言っているのかわからないというよりも、どちらのことも言っているというか、そういった感じで考えていいんじゃないかなと思いますね。というふうにやっていると、次、湖のそばの家覚えてる？幸せだったという会話を急にしだすわけですね。でそこから人格が変わったようにドロレスがですね、彼女はここよ、だから行かないでって言うと、テディがどこへも行かないよというふうになってくるわけですね。ここの流れを見ると、ドロレスの言っている彼女というのは娘レイチェルのことを言っているようにも見えますよね。彼女はここよというのは湖の家で死んでいる、湖で死んでいるみたいな、そんな感じのことを言っているようにも感じるわけですね。実際レイチェル・ソランドというのはいないんで、どう考えるかは難しいわけですけれども、このテディはですね、ドロレスによる子供3人殺害というのを心の奥底にしまい込んでいるわけですね。テディがというかアンドリュー・レディスがというか、心の奥底にしまい込んでいるわけです。で、自分の人生にとって大きな核となっている子供、3人の子供がいますよね。死んでしまった3人の子供、特に末娘のレイチェルということがあるわけですけれども、この自分の子供3人の子供の行方というものが気になっているということがあるわけですね。行方が気になっているというか、死んでいるということはテディは認識はしているんですけれども、ただテディの主人格はレディスですから、アンドリュー・レディスですから。でアンドリュー・レディスは自分の妻が自分の子供3人を殺したということを認めたくないというか、知りたくないというか、信じたくないという、そういったことがあって、そういったトラウマがあって精神が崩壊しているわけで、そこから誕生しているテディなんで、テディもそこがトラウマとしてあるわけですね。娘を死んだというふうに認めたくないというか、そういった部分もあるわけです。でドロレスの行動ね、ドロレスの行動というのはどういったことでドロレスはこうやって行動して会話をしているのかというと、ドロレスはレディスが作り上げている人物だというふうに思っているわけです。どちらにしろこれは夢、妄想なので、全部が全部レディスなりテディなりが考えているドロレス像というものが出てきて喋っているわけですね。ドロレスが喋っていることも全部テディもしくはレディスが喋っていることをドロレスは代弁して喋っているということになるわけですけれども、当然ね、夢ですからね。ただテディはですね、レディスが崩壊しないために存在している人格ですから、レイチェルという名前の人物のことをですね、娘ではなくて失踪者として認識しようとしているわけです。テディはね、本当はレイチェルという名前の人物は娘のことを指しているわけです。わかりますよね。アンドリュー・レディスにとってレイチェルというのは娘のことを指した言葉なんですけれども、それを別人格であるレディスを守るために生まれた別人格であるテディはそれを失踪者のレイチェルだというふうに認識しようとしているわけですね。心の中ですごくレディスとテディの中で葛藤が行われているわけです。それが夢に現れているということになるわけですね。でこの後ドロレスのお腹から水が出てきたけど、その水がいつの間にか血に変わっている。私は棺の中の骨よというセリフを言う。部屋中に灰が降っている。水が手から溢れてくる。でも部屋が燃えている。ではっとなって起きて、夢だったかというふうになるということで、この辺りは全体的に、レディスの記憶というものが夢の中に出てきているわけですね。水もそうだし、お腹から血が出ているっていうのも、レディスが妻ドロレスの
ことを撃った時の記憶であるし、火事もそうだし水もそうだし、全体的にレディスの記憶が出てきてしまっているわけですね。でもこれはテディの夢ですから、この辺りでテディとしてはちょっとよくわからない状態になってしまっていて混乱しているんだよということが現れているのかなというふうに思いますね。ということで、レディスというのは2つ出てくるわけですね。レイチェルもそうだし何でもかんでも2つ出てくるわけです。レディスというのは1つは主人公であるテディ・ダニエルズの主人格、本当の人格である人物、それがアンドリュー・レディスです。で、もう一人のレディスというのがあるわけですね。それは何かというと、ここで説明しています。俺が長年追っていた山だというふうに言っていましたね。これテディのセリフですね。俺が長年追っていた山だ。この事件を知った時担当させてくれと志願した。アンドリュー・レディスは俺たち夫婦のアパートの修理人だった。奴は放火魔だった。俺たちのアパートに火をつけ、その火事で妻は死んだ。レディスは逃げ行方をくらました。だが1年後、奴の書類が回ってきた。こめかみから唇にかけてでかい傷。両目は違う色。一度見たら忘れない。奴は学校に火をつけ2人殺した。やれって声が聞こえたそうだ。刑務所に入ったがここに移された。だが今は消えた。記録もない。ここにいるとしたらシートだ。死んだとしても死体はここなら隠し放題だというふうに言っている。これがレディスだというふうにテディは言っています。一度見たら忘れない顔と、口がこめかみまで裂けていて左右の目のが違うということで、普通に考えてこんな人物いるわけないという人物がアンドリュー・レディスなわけですね。テディはですね、レディスを家族を殺した犯人に仕立て上げているわけですね。そうすることによって本物のレディスを記憶から遠ざけようとしているわけです。なぜなら本物のレディスはあまりにも辛い思いをしたから、レディスがもし出てきてしまったらですね、人格テディと交代してレディスがもし表に出てきてしまったら、レディスは即自殺をするかもしれないというぐらいレディスの精神はもう壊れまくっているわけですね。もうこの世にレディスとしては幸せなんて何もないというふうにレディスは思っているわけです。精神が崩壊するほどこの世はもうおしまいだというふうに思っているわけですから、もしテディとレディスの人格が交代してしまったら、レディスはその時点で自殺を図る可能性があるわけです。ただね、自分が一人で死ぬんだったらいいけど、もしかしたらいろんな人を道連れにして死ぬかもしれない、そういった危険性があるわけですね。レディスというのは本当に危険な人物なんです。もう自暴自棄、この世はおしまいだと思っている人間ですから、何をしでかすかわからないわけです。ただ自殺すればいいですけどね。そうじゃない可能性もあるから、そのレディスを守るためにテディは表に出ているわけですね。改正同質性障害多重人格についてですね、詳しく知りたいとか興味あるという方はですね、ぜひ24人のビリー・ミリガン、そしてその続編のビリー・ミリガンと23の棺、こちら読んでもらえればなというふうに思います。面白いですよ。アルジャーノンに花束をでおなじみのダニエル・キースが書いている、ノンフィクション作品ですね。ぜひ読んでみてください。基本的に多重人格というね、改正同質性障害多重人格というのはですね、元の人格のことを助けるためにみんな出てくるわけですね。何回も言いますけど、今回のアンドリュー・レディスに対してテディ・ダニエルズという別人格が生まれた理由はですね、アンドリュー・レディスのことを助けるために、アンドリュー・レディスが死なないために、アンドリュー・レディスが他の人を傷つけないためにテディ・ダニエルズは作られて登場して、表に今人格として出てきているわけです。だからここでレディスのね、この犯罪者レディスのことを話している時に記録がないんだと。で、死んだとしても死体ならここに隠し放題だみたいなこと言っていますけど、これはですね、意図的にテディ・ダニエルズはアンドリュー・レディスという殺人鬼と俺は対面することはないんだということを強調しているわけですね。それによって自分自身が安心感を得ようとしているということです。アンドリュー・レディスというのはもうこの世に出てくることはない人物なんだ。この世にいるのはテディ・ダニエルズだけなんだと。テディ・ダニエルズの主人格であるアンドリュー・レディスというのはこの世に存在しないんだということを言い聞かせて、大丈夫大丈夫、俺がいるから俺は死なないというふうに安心感を得ようとしているというセリフというふうに考えていいんじゃないかなと思いますよ。テディがここに来るのにあたりですね、一応調査してきたというエピソードがありますよね。
で、テリーの調査によるとどういうことが行われているのか、この病院ではということがここで説明されているんで、一応振り返っておこうというふうに思います。アッシュクリフ精神病院にはですね、反共産主義団体の資金が投入されているということですね。反共産主義団体というのは、要するに自由主義団体から共産主義を撲滅せよというための資金がここの病院には流れているということが言われているわけですね。で、ここは精神を操る実験をしているんだというふうに言っています。一応ですね、赤狩りというものがアメリカにはあったわけですね。それが1948年から50年ぐらいにあったということで、今でもあるっちゃあるんですけれども、共産主義はアメリカには全くありえない思想なんで、そういう感じになっているわけですね。この当時ね、イタリアとかソ連とか、共産主義が流行っていた時代があったわけですね。で、ジョージ・ノイスという学生がいたわけですけども、彼は社会主義者だったわけですね。共産主義者だったわけですけれども、バイトで心理学の実験台をやったということですね。ここの病院でね。そうするとそのジョージ・ノイスはドラゴンの幻覚を見始めて、教授を半殺しにしてここのシートに収容されたと。で、1年後退院して2週間後に3人殺したということがあったんだということですね。彼は法廷で電気椅子に送ってくれ、病院には戻りたくないと言っていた。結局終身刑になった。俺は彼に面会に行ったと。ジョージ・ノイスと面会をしたと。彼はボロボロだった。そしてここでは人体実験が行われているとはっきり言っていた。俺は証拠をつかんで暴露し潰すというふうに言っていました。これがテリーの目的その2ということになっているわけです。テリーの目的、テリーは何をしにこの病院に来ているのかというとですね、まずはレイチェル・ソランド事件というのがあったから来ているわけですけれども、このレイチェル・ソランド事件というのはですね、実際テリーはですね、レイチェル・ソランド事件というのはここに来るための口実でしかなかったということなわけですね。で、本当の目的は放火魔のアンドリュー・レディスというものの行方をつかむこと。でも記録はないので行方をつかむことはなかなか難しい。そしてもう一つの目的はジョージ・ノリスが人体実験をされていた証拠を集めること。この2つがテリーのここに来た目的だったわけですね。レイチェル・ソランド事件は口実だったということです。で、なんでこれらが目的なのかというと、ダッハウの虐殺と同じような虐殺行為というものが未だにこのアメリカであるここの島、シャッターアイランド、アッシュクリフ精神病院で行われているから、だからそれを暴露するんだという、ジャーナリスト精神みたいな感じでテリーはここに来ているんだということを言っていましたということですね。というふうにそうこうしていると、なんとレイチェル・ソランドが発見されるということがありました。これは偽物のレイチェル・ソランドですね。実際はこの人は看護師さんということになります。これ病院側の狙いとしては、ドロレスととてもよく似た境遇のレイチェル・ソランドとテリーを面談させることによってテリーもしくはレディスに何らかの変化をもたらそうとしたということですね。つまりいつも、テリーは何度もこういう妄想をずっとしているわけですけれども、いつものテリーもしくはレディスの妄想というのはですね、この辺りまでで終わって堂々巡りをしているということになりますよね。だから病院としてはですね、ここまでのテリー、レディスの行動は想定内だったわけです。で、ここからは未知の世界というふうになるわけです。なぜならこれまではお芝居をしたことがなかったわけで、お芝居をしたことがなかったお芝居の治療ですね。このロールプレイの治療ということを今までやったことはなかったから、当然テリーがレイチェル・ソランドと対面するということは今までにはなかったことなわけですね。だからそれをやってみようというふうになったわけです。だからここから先は病院側としては未知の世界、一体これでレイチェル・ソランドが発見されたということになったらテリーはどういう行動を取るんだろうということが結構重要な鍵と、病院側としてはね、重要な鍵となってくるわけですね。ちなみにここで新キャラである警備隊長のボーデンという方が出てきますけれども、彼は羊たちの沈黙の犯人のバッファロービルですよということです。豆知識ということで、ここでまたテリーの夢2が出てきますね。ダッハウ収容所の模様からなんといるはずのないレディスが登場するという夢を見るわけですね。で、そこから夢はどんどん展開していって、レイチェルが出てきたり死体が出てきたり、いろんなことが起こるということで、ちょっと確認していこうというふうに思います。まず一番最初、ダッハウの母子の死体、母はレイチェル、そして娘はレイチェルなわけですね。これどっちもレイチェルなわけですね。で、レイチェルが起き上がって
て、なぜ助けてくれなかったのというふうに言うという夢がありましたよね。ダッハウ収容所のこの2人のレイチェルというのが出てきて、この2人のレイチェルはユダヤ人母子の死体として登場しているということですね。レイチェルが一緒に登場しているっていうのは、テディの中の混乱というものを非常によく表現しているかなというふうに思います。テディが追っているレイチェルというのは、テディなりレディス、アンドリュー・レディスが追っているレイチェルというのはどっちなのかがわからないというところがあるわけですね。混乱しているということになります。なぜ助けてくれなかったのというふうに娘は言っていますけれども、これはレディスが抱えるトラウマのですね、一番大きな要因であるわけですね。自分が娘を助けられなかった。娘を助けて欲しかったはずなのになんで俺は助けられなかったんだというのがトラウマとなっていて、アンドリュー・レディスが PTSD を発症し、そこから解離性同一性障害を発症するというきっかけとなる、これは呪文ということになりますね。俺は娘を助けることができたんじゃないか。なんで助けられなかったんだ。娘を助けて欲しかったはずだと。俺がもっと妻のことを目にかけてしっかりと管理するなりなんなりしていれば防げたはずなのに、俺は仕事にかまけていた、酒にかまけていた。俺のせいで子供たちは死んだんだ。というこのトラウマというものがアンドリュー・レディスの中にあるからっていうことで、こういう夢を見ているということになるわけですね。で、その後ダッハウの所長室の中に入っていくシーンになって、なんと所長室にはレディスがいましたということでしたね。で、レディスはマッチを吸って、俺たちダチだろうと、俺を恨むなよとか言っていたわけですけれども、これが結構面白いシーンで、完全な空想の産物であるはずの放火魔レディスが登場したということですね。放火魔レディスの容姿はテディが言っていた通りのですね、目が両方で違っていて、口が裂けていてという、いろんなところに傷があってという容姿をしていたわけですけれども、実際の放火犯というのは当然レディスではなくドロレスなわけですね。にもかかわらずレディスがちゃんと登場できたというのは、テディがしっかりとこのレディスの容姿というものを想像して、ドロレスとは全くつながらないようにしっかりと想像できていたからということがあるというふうに思います。で、この放火魔レディスがダッハウ収容所の所長室の椅子に座っているというのはですね、虐殺と関連づいてそこが連想されてここにいるわけですね。なんでダッハウの虐殺とドロレスによる放火というものが結びついているのか、連想で結びついているのかというと、テディ自身またはレディス、アンドリュー・レディス、主人格であるアンドリュー・レディス自身がですね、ドロレスのその放火とかその他の事件をですね、ある種の虐殺だというふうに考えているからですね。ドロレスは自分の娘たちを虐殺したんだというふうにテディは考えているわけです。テディなりアンドリューなりが考えているわけです。だからこれとダッハウ収容所の虐殺事件とがこう連想されていると、一緒にこう映っているということになるわけですね。で、血まみれのドロレスが出てきて、なんちゃらかんちゃらこういうことがありましたということですね。で、レディスはまだ生きている、ここにいる、あいつを見つけ出して殺してとか言っているわけですけれども、今回の夢にはですね、発見されたレイチェルが登場してですね、ドロレスの役を演じているわけですね。本当は看護婦さんだったレイチェル・ソランドが出てきて、それがドロレスの役をやっているわけですね。で、ドロレスがテディに対して命令をしているというのが非常に際立っているかなというふうに思います。このドロレスはですね、テディに対して結構命令をするんですね。ああしなさい、こうしなさいと命令をするわけです。で、ここではね、レディスがまだ生きているからあいつを見つけ出し殺してというふうに命令をしているわけですけれども、ドロレスのレディスを殺してという命令はですね、タナトス的自殺願望に近いものを感じるかなというふうに思います。レディスもテディもドロレスも全員アンドリュー・レディスなわけですね。全員同一人物なわけです。全部自分の中の夢妄想で、出てくる人物全員ディカプリオですからね。自殺願望というものに近い感じがあるかなというふうに思います。でもドロレスとテディはですね、確実に愛し合っていて、君のことを愛しているよと、君のことを僕は話さないよとかずっと言ってるわけですよね。ドロレスとは確実にテディは愛し合っていて、そこにはこのエロス的な性の本能というかね、生きたいという欲望というか、そういったものも感じるわけですね。自殺願望、死の欲動みたいなものもありつつ、生きるための本能みたいなものも感じている。同時にこう
テディの中、レディス、アンドリュー・レディスの中に含まれているということがここでは表現されているわけですね。テディはですね、レディスのために生きようとしているわけですね。自分がいないと、テディは自分が表に出ていないとレディスは死んでしまうから、レディスのために、レディスを守るためにテディは今現在表に出て活動しているわけですけれども、そのために自分の中で妄想を膨らませて死の欲動を抑えようとしているわけですね。レディスはすぐ死のうとするんです。とにかくレディスは死のうとしてしまうんで、それを抑えるためにテディは死なないように努力しているわけですね。それを妄想とか夢の中でテディは死なないようにしているわけです。だからおそらくですね、この夢でテディとレディスの考えというのがどんどん出てくるわけですね。火事になったり水が出てきたりとか、いろいろありますよね。ここのシーンはレディスの考えが出ているけど、ここでテディの考えが出てくるみたいな、こうやっていっぱいこう切り替わるじゃないですか。夢の中であっち行ったりこっち行ったり、嘘と現実みたいなね、そういったものが入れ替わるのはですね、人格の交代をしようとしているというふうに考えていいと思います。これビリー・ミリガンの本にも書いてあることだし、ビリー・ミリガン以外の解離性同一性障害の人もこういうイメージだよというふうに言っている人が何人か見たことあるんで、きっとそうなんだろうと思うんですけれども、解離性同一性障害の人がですね、多重人格で人格の交代が起こる時っていうのはどういうものなのかというとですね、地面に穴が開いていて、その穴の周りにいろんな人格の人たちがこういるんだと、周りに座っているとか、して穴をずっと見ているという状況なんですって。で、その穴の中に入ると自分の人格が表に出ると。例えば僕はスグワカルオですけれども、スグワカルオとは違ってベティとかよっちゃんとか田中くんとかエリザベスとか、そういろんな人格が実は僕の頭の中にあって、今はスグワカルオが穴の中に入っているから、他の人格はその穴の周りでこうやって待機していると。でも何か表紙があってスグワカルオが出てきたりとか、自分がその中に入りたい、表に出たいとなったらスグワカルオを引っ張り出して自分が穴に入るとか、そういうことをして人格の交代が起こるんだというふうに言っている人が多いわけですね。人によって多分違うと思いますけれども、解離性同一性障害の人によってね、その交代の仕方っていうのは様々千差万別あると思いますけれども、ビリー・ミリガンはそういう感じで交代するよと言っているし、これと同じような交代の仕方をしているって言っている人を何人か見たことあるんで、実際に見たわけじゃないですよ。動画とかで見たことがあるんで、そういった感じかなというふうに思うんですけれども。だとすれば、この夢の中で水が出てきたり火事が出てきたり、そういろんなね、レディスの記憶だったり、テディの修正された記憶だったりがいろいろ交代するのは、この表に出ようとしているレディスを抑え込んでるみたいな、そういった状況が頭の中で行われているのかなというふうに思ってもいいかなというふうに思います。だからレディスがもし穴の中に入って主人格として表の人格としてもし出てきてしまうと死んでしまうんで、自殺してしまうんで、テディはそれをどうにか抑えようとしてずっともがき苦しんでいるということがあるんじゃないかなと思います。だからテディはですね、レディスが考えている事故というものはレディスは自分のせいだというふうに思い込んでいてトラウマになっているわけですけれども、テディはですね、あれはどうしようもなく仕方がないことだったんだというふうにテディのことをなだめているみたいな、そういったイメージだと思いますね。君は死ぬ必要なんかないんだと。ドロレスが子供たちを殺したのはドロレスのせいであって防ぎようがなくて君のせいではないんだということをずっと言っているんですけれども、レディスはそれを認めないわけですね。いや、俺のせいで子供たちは死んだんだ。ドロレスがあんな風になってしまったのも俺のせいだっていう風になっているという状況がこの夢の中、妄想の中で繰り広げられているんだということですね。だからテディの邪魔をしているのがレディスと病院なんですね。レディスと病院がテディの邪魔をしているという構図が、出来上がっているということになっているわけです。さて、ここでですね、おかしなことが起こるわけですね。台風というか、なんか災害によってシートに入れるようになったから行ってみようぜということになりました。当然これもお芝居の中の一部なわけですけれども、そこでですね、突然テディが謎の患者に襲われて、
そこで水爆の話を聞かされるということがありましたよね。この謎の患者がこう言っていました。俺はここから出たくない。誰が外になんか出たがる。外のことはいろいろ聞こえてくる。水爆実験とかな。水爆ってどういうものか知ってるか。普通爆発は外に向かう。だが水爆は内側に爆発する。それがものすごいパワーの爆発を起こすんだ。というふうにテディをこう押さえつけながら言うわけですね。この男自体は存在しますよね。実在しますよね。後にチャックと警備の男に連れ去られるというか治療をしてもらうために行くわけですから、この男は実在します。ただこの男のセリフは実際に喋ったことなのかどうかというのは何とも言えんということですね。水爆のこの話の例えですね、これはそのまま今現在のテディもしくはレディスの精神に起こっている、怒りとか混乱を表現していっていますよね。水爆の例えはまるでテディが話しているように感じるぐらいテディの心境を表しています。でこの後テディはねこの男をぶちのめして、でチャックと警備員に止められて、ここで初めてねテディの暴力的な部分というものが表に出てきたわけですけれども、こういうことがあるからテディはおそらくシートに収容されているんだろうなみたいな感じになるわけですけれども、果たしてこの水爆の話本当にこの男がしていたんでしょうか。幻聴だったんじゃないかというふうにも感じませんかというふうに思いますね。でその直後なんと心理学の実験にされたというふうにテディが言っていたジョージ・ノイスと対面します。ジョージ・ノイスも実際にいる人物ですよね。でこの人物の非常に厄介なところはですね、このジョージ・ノイスレディスのこともテディのことも知っているという本当に厄介な登場人物なんですね。トリックスター的というかなんというかこのイレギュラー的な人物なんですね。ジョージ・ノイスが話していたのはこういうことです。お前の中には2つの人格があるとテディに向かって言ってるんですよ。お前の中には2つの人格がある。この病院はお前のその人格を1つにするために動いている。だからテディかレディスかどちらかを選べと。じゃないとロボトミー手術をさせられるぞということをジョージ・ノイスはテディに言っているわけですね。つまりこれ完全なネタバレを今ここで喋っているわけです。でも映画を見ている観客視聴者の皆さんはですね、もうすでにこの、ディカプリオの異変というものには気づいているわけですね。この夢を見たり妄想をしたりとかいろいろあるわけで、そういった異変というものに気づいています。こいつなんか変なんじゃないかというふうに気づいています。でちょっとでも怪しい人物が出てくればですね、それはもしかしてこれテディの妄想とか夢とかそういったものの産物なんじゃないかというふうに疑うようにもう頭が出来上がっている観客というのがいるんじゃないかなというふうに思うわけですね。でこのジョージ・ノイス、さっきも言いましたけれども物語的に明らかにイレギュラーな人物なんですね。ジョージ・ノイス自体は実在しているんですけれども、ここに幻のドロレスが後ろからこうやってきてですね、登場して観客に混乱をもたらすということになるわけですね。ジョージ・ノイスはいるけど、ジョージ・ノイスと同時に幻のドロレスが存在して同じ画面の中に入ってくるということですね。で喋っていることはなんだかよくわからんということになるわけです。テディは2週間前にノイスを痛めつけたというふうになっていて、それも後で先生に聞かされるわけですけれども、その2週間前にノイスのことを痛めつけた原因も先生ははっきりと言っています。君のこと、テディのことをレディスと呼んだからだというふうに言っていましたよね。これがあるからテディはその凶悪な患者が収容されるシートに入れられているということがあるわけですけれども、なぜテディは自分のことをレディスと呼ばれると激高して暴力を振るうのかというのはもう分かりますよね。テディはレディスのために存在しているわけですね。レディスを自殺から守るためにテディは表に出ているわけです。そのテディのことをレディスと呼んだらですね、それは怒るわけです。レディスのことを口に出すんじゃねえと。お前のせいでレディスが表に出てきたらどうすんだと。死んじまうだろうと。レディスが死ぬってことは俺も死ぬってことなんだぞ。分かってんのかと。てめえふざけんじゃねえぞということになるわけです。それは怒るということになるわけですね。でもその怒るという理由は、周りにはよくわからんから、危険人物ということになるというわけですね。さて、洞窟のシーンに移ります。洞窟でなんとレイチェル・ソランドを2と
テディは出会うということになりましたね。ただ一応ですね言うと、この彼女自身が自己紹介したわけではなくて、テディが君はレイチェル・ソランドーだな、本物のレイチェル・ソランドーだなというふうに言ったというだけですけれども、このレイチェル2はですね、自分の子供を殺してはいません。子供を産んですらいません。私は結婚もしていません。患者になる前は医者だったということを言うわけですね。それってレイチェル・ソランドーなのかいという感じがするんですけれども、全然違うじゃんみたいなね感じがするわけですけれども、そういった自己紹介をした後のセリフはなんとですね、ほぼジョージ・ノイスと同じことを言っているんですね。レイチェル・ソランドーにはですね、ジョージ・ノイスと同じことを喋っています。何を喋っていたのかというと、つまり抗精神薬の研究投与というのをこの病院ではやっていますよ。ロボトミー手術というのをやっていますよ。ナチスやソ連、北朝鮮が行っているようなこの精神的な実験をここでもやっていますよ。あなた、テディはですね、あなたは病院に利用されていますよ。で、ヒントは東大にあるよということをレイチェル・ソランドーには言っています。これほぼほぼですね、ジョージ・ノイスが言っていたことと同じようなことです。このレイチェル2がですね、実際に実在するのかどうかというのははっきりしません。正直ね。だってジョージ・ノイスと同じこと言ってるんだもんということですね。で、ジョージ・ノイス自身も、ジョージ・ノイスは存在するけど、ジョージ・ノイスが喋ったことというのは、どこまでが本当に喋ったことなのかどうかは何とも言えないというところもあるわけですね。ただ、この洞窟でね、テディは仮眠をするわけですけども、その仮眠の後のやりとりですね。テディはレイチェルにこうやって言っていました。俺の仲間を見なかったかというふうに言いました。するとレイチェルにはですね、あなたに最初から仲間なんていないわというふうに言っていましたね。このレイチェル2の返しから推察するとですね、レイチェルには実在しないというふうに考えられますね。なぜなら洞窟の中にずっといたレイチェル2がですね、テディの詳しい境遇というのを知っているかっていうと何とも微妙だなという感じがするんで、実在しない可能性がある、もしくは幻聴ですね。だからノイスとの会話も、ここのレイチェル2との会話もですね、幻聴であってテディが思っていること、もしくはアンドリュー・レディスが思っていること、頭で考えていることを幻聴でレイチェル2に喋らせていた。同じようにノイスにも喋らせていた。同じように、シートで襲われたね、あの患者にも話させていたということがあったのかもなというふうに、思ったりはしますね。ということがあってですね、病院側はですね、テディの妄想に付き合うのをやめて、チャックの存在を否定するということがありましたよね。君は一人で来たよというふうに急に院長は言い出すということですね。当然これも計画のうちということです。この時点で、妄想を付き合うのをやめて、現実を突きつけようというふうに、テディにするように最初から計画してやっているということですね。で、テディが東大に行こうとするとですね、ドロレスが現れて、島から出て東大に行かないで今すぐ逃げてと言うんですけれども、テディは東大に行きます。そしてネタバラシが始まるということですね。ドロレスがですね、逃げてというふうに言っている、東大に行かないでというふうに言っているのはですね、このままだとテディがもしくはレディスがですね、非常に辛い真実というものを知ってしまうからですね。もしテディがですね、実際の真実、レディスに起こったことという真実というのを知ってしまうと、起こる可能性があることは何かというとですね、まず一つ目、テディの人格が消えてレディスだけが残るということが起こるかもしれないということですね。テディはですね、レディスを助けるために存在しているんですけれども、テディが君の言っている過去、君の知っている過去というのは全部嘘の過去で、本当の過去はレディスが持っている過去が本当の過去だよということをテディが知ってしまうとですね、テディはこの世から消えてしまってレディスだけが残ることになるかもしれませんよね。テディは自分が嘘だということを完全に認識してしまったら、人格の交代が起こってレディスが出てくるかもしれないということがあるわけです。院長はこれを期待しているわけですけれども、レディスだけが存在してテディが消えてしまうと何が起こるのかというと、自殺をするということが起こる可能性が高いわけですね。だからドロレスは行かないでと言っているわけです。ドロレスもアンドリュー・レディスが作り上げた一つの人格と言っていいです。人格とはちょっと違うんですけど、ドロレスの場合はね、レディスが作り上げた一つの制御機関というか、そういったものですね。テディに対して
なんていうの、レディスがもう現実に耐えられなくなって精神が崩壊してテディを作り上げたわけですね。でそのテディの助けをするためにドロレスというのが出来上がっているわけで、だからドロレスは真実がテディに知られないために努力しているということがあるわけですね。だからこれが一つ、テディがもし真実を知ってしまうと起こる可能性のあること一つ、テディの人格が消えてレディスだけが残る、これ最悪の結論です。自殺するということが起こるわけですね。もう一つの可能性として別の人格が新たに生まれるという可能性もあります。レディスは自分の人生というものに耐えられなくなったトラウマが出来上がったのでテディという人格を作り出しました。そのテディも自分の人格、自分の過去に耐えられなくなった場合ですね、もしかしたらテディを守るためのまた新たな人格が生まれてしまうかもしれない、第三の人格、そういったものが生まれるかもしれないという可能性もあるわけですね。だからドロレスはどっちの可能性も嫌だから東大には行かないで逃げてというふうに言っているわけですね。どちらにせよテディが東大に行くとですね、幸せにはならないというふうに、ドロレスイコールレディスイコールテディは思っているということになるわけです。ということで東大に行ったテディは真相を知ってしまいます。主人公はテディではなくてアンドリュー・レディスという人物でした。ダッハウ収容所の解放に参加した元保安官で、妻の名前はドロレスと言いますと。うつ病で自殺癖のあるドロレスはある日自分のアパートに火をつけて自殺を試みました。そんな妻を見てレディスは酒に溺れるようになりました。火事でアパートを失ったレディス一家はですね、湖のほとりにある家に引っ越しました。でもそこでドロレスは子供3人を湖に沈めて殺しました。そんなこととはつゆ知らず帰宅したアンドリューが見たのは、自分のしたことを理解していない妻と溺死した3人の子供の姿でした。アンドリューは子供を殺害した妻を銃で撃って、入院措置となりました。アンドリューは自分の過去に耐えられなくなってテディという別の人格を作り上げました。以前もテディは人格の統合寸前まで行ったけど、実はリセットされてしまいました。アンドリューは暴力的な傾向があって、訓練を受けた元軍人で元保安官ということもあったので、それを取り押さえるのは非常に困難を極めます。他の患者とか職員の安全を考慮してロボトミー手術を視野に入れようということになりました。外科的治療に反対している院長は最後の手段として大掛かりな精神治療を敢行することになりました。それが今回のお芝居、ロールプレイング治療だったということですね。アンドリューの妄想を実現すればきっと正気を取り戻す。演じれば演じるほど自分の中の矛盾に突き当たり正気を取り戻すだろうというふうに院長は思いました。さて、アンドリュー・レディスは矛盾に突き当たって正気を取り戻したのでしょうかというのが今回のテーマだったわけですけれど、皆さんはどう思いましたか？アンドリュー・レディスは矛盾に突き当たったんでしょうか？結果としてはですね、すぐはこう思います。別にそんなことはないということですね。アンドリュー・レディスまたはテディ・ダニエルズはですね、自分の妄想、自分の過去というものに対して特に矛盾に突き当たるということはしていないというふうに思います。もちろんですね、過去の振り返りとか、夢とかの中にですね、何とも形容しがたいおかしな出来事がたくさんあったわけですね。火事なのに水があったりとか、謎のその妄想とかそういったものがあったりとかして、矛盾的なものはあったにせよ、そこまでテディは気にしていないというか、自分の中で処理していたんじゃないかなというふうに思います。だから矛盾に突き当たって賞金を取り戻すということは特になかったと。だから前回もここまでは行ったということだったんで、ここまでというのは要するにレディスはですね、この後本来の自分の記憶を取り戻してテディの人格が出来上がった理由とかそういったものを淡々と語って、人格は一つに統合されましたと。テディはいなくなってアンドリュー・レディスだけになりましたというふうに見えるようになりましたよね。で、レディスとしての人格が出てきたように見えた原因はですね、大げさな芝居を打った結果矛盾を生じて正気に戻ったのではなく、院長とかシーアン先生からの、衝撃的なネタばらしによるショック療法によって記憶を取り戻したように見えたというふうに言った方がいいんじゃないかなというふうに思います。だから矛盾が生じたからではなく、ショック療法によって
本来の記憶を取り戻したように見えているということですね。で最後のセリフということになります。次の日高になってですね、シーアン先生とお話ししていると、ディカプリオはですね、アンドリュー・レディスではなくテディ・ダニエルズとして受け答えをしていて、やっぱりまた元に戻ってしまったんだというふうに、思われたわけですね。だから結局もうやっぱりダメだった、ロボトミー手術をするしかないというふうになったところで、テディが最後のセリフを言います。どっちがマシかな、怪物として生きるのといい人間として死ぬのというふうに言って、映画は終わっていってですね、もしかしてテディは本当はアンドリュー・レディスとしての記憶を取り戻していて自殺しようとしているんじゃないかみたいなね、そういうふうに感じるというラストで、どっちなのかは答えは分かりませんみたいな、そういった感じで終わるわけですね。これ可能性ですね、3つあるというふうに思います。1つはレディスは元のテディに戻ってしまって、元のテディというか仮のテディというか、保安官としてこの島にやってきたというあのテディですね。テディに戻ってしまって治療は失敗に終わりました。この最後のセリフというのは特に意味のないセリフとしてなんとなくつぶやいただけというセリフだったというのが可能性1で、可能性2つ目としては、治療は成功してテディはレディスとなったけれども、妻を殺した自分、子供3人が死んでしまった、現実というものを考えた結果、自分はこの世で生きるよりも、死んだ方がいいだろうというふうに考えて、あえてロボトミー手術を受けるという選択をしたというのが可能性2ですね。3つ目の可能性としては、レディスもテディも助けるための決断をする第3の人格が誕生して、第3の人格である新しい人物がテディを演じていて、ロボトミー手術を受ける決断をしたという、この3つが考えられるかなというふうに思います。3つ目の新しい人格が誕生したという可能性も十分にあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、どれなのかは映画的にはわからないというふうになっていますね。見た人によってどう考えるかというのは、それでいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、僕が一番言えることはですね、今回の動画で言えることは、院長がやっていた矛盾が生じることによって正気を取り戻すという意味での、実験治療は失敗だったかなというふうに思います。別の理由で、正気を取り戻したのであれば、別の理由で正気を取り戻したのかな。正気というか人格の統合というか、そういったことがされたのかなというふうに思いますよ。ということで、シャッターアイランドのすぐはの独自解説は以上となります。お聞きくださいましてありがとうございました。ということで、シャッターアイランドでした。ありがとうございました。シャッターアイランドね、正直本当にもういろんな人がもう2010年の段階からいっぱいいろんな人が考察というか解説というかいろいろしている映画だと思うし、夢のシーンでね、ここが矛盾があるとか、こういうところが2回目見ると気づきがあるとか、そういったところがたくさん出てきてね、そういった部分はたくさんもう語られ尽くしているかなという感じがしますけれども、そういったここが矛盾があるとか、ここが映像的にトリックとして面白いとか、そういった部分じゃないところで今回は僕は喋ってみようということになって、もうちょっと心の機微というかね、なぜテディが誕生したのか、テディは一体何を考えて行動していたのか、そういったところをちょっと掘り下げてみようかなというふうに思いました。この映画やっぱ面白いところはですね、そういった映像トリック的なところも面白いんですけれども、やっぱディカプリオの演技のうまさだよね。あれ一番最初、初見でね、完全な初見で見た時はディカプリオのことを何とも思わずに、最初全員がね、保安官としてこの島にやってきたんだろうなというふうに思いながら見るんですけれども、全部が分かった2周目を見るとですね、最初からディカプリオの表情その他がですね、こいつちょっとあれだなと、普通の人とは違うんだろうな、精神的に多少ね異常のある障害を持っている人なんだろうなっていうふうに見えてくるんですよね。初見の時は保安官だと思ってたのに、2回目見るとこれは精神病の患者だろうなっていうふうに見えてくる、あの演技がね、すごくやっぱ上手なんだろうなというふうに思いますね。
で、映画の中盤からね、どんどんこのテディがおかしくなっているっていうのがしっかりと伝わってきて、テディがおかしくなっているのは一体どういうことなんだっていうふうに、この謎が謎を呼ぶみたいなね、そういったところも、すごく面白いところかなというふうに思います。ディカプリオの演技が光っていたねということですね。実はですね、つい最近、ディカプリオ&スコセッシの最新作が作られることが発表になりましたということがあったんで、それも何年後になるのか分かりませんけれども、楽しみにしつつ今日も生きていこうかなというふうに思います。ということで、今回はシャッターアイランド独自解説でした。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント、Twitter、X、TikTok、フォローよろしくお願いいたします。サブチャンネル、LINE スタンプ、そしてメンバーシップすぐはの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いいたします。シャッターアイランド補修とですね、シャッターアイランド同時視聴メンバーシップの方でやりますんで、きっと楽しい動画てんこ盛りですよということで、こちらもぜひよろしくお願いいたします。その他何か連絡事項ありましたら概要欄に記載していますんで、そちらもぜひ見てください。よろしくお願いします。ということで今回は、世紀の大逆転どんでん返し映画シャッターアイランドでした。皆さんもね、初見の時はビビったよね。すげーって思ったんじゃないかなと思いますけれども、もう初見の時の感動はもう二度と味わえないと思うと悲しいねというふうに思ったりしますね。ということでありがとうございました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。